どうも、あみあみパフです。今回はこちらのピンクと紫が特徴の夢かわいいモコモコ巾着を編んでみました。モコモコの糸でも初心者さんでも編みやすいように工夫してあります。よかったら一緒に編んでみてください。用意するものは、とじ針、マーカー、ハサミ、かぎ針10号と毛糸2色です。今回はシュガーポンポンのピンクと紫を使用します。まずはピンクの糸で編み進めます。左手に糸を持ち、糸をピンと張り、かぎ針を下から押し当て、ぐるりと回して、引き抜き、引き締めて、作り目を作ります。次は鎖編みを17目編みます。まず、針に糸をかけ、引き抜く。これで鎖が1目編めました。同じことを繰り返して17目編み進めます。鎖編みを全部で17目編みました。次は鎖1目で立ち上がります。鎖1目で立ち上がったら1、2個目、2個目の鎖の半目を拾って細編みを編みます。糸をかけ引き抜いて、最後にループ引き抜いて細編みを編むことができます。最初の細編みにはマーカーをつけておきます。立ち上がりの鎖1目は細編み1目としてカウントせずに進めていきます。次は鎖編み1目。次は1目伸ばした次の目に細編みを編みます。2ループ引き抜いて細編みです。1目分空いていることになります。これを繰り返して編み進めます。まず鎖1目、1目、2目目の鎖編みの上半目を拾って細編み、鎖を1目編み、1、2目目の鎖編みに針を入れて細編み、これを繰り返して端まで編んでいきます。端の方まで編み進めました。ラストの1目には細編みを編みます。半目1本を拾い細編みです。これでまっすぐ細編みと鎖編みを繰り返して編むことができました。次はこちら側から細編みと鎖編みを編み進めます。まず鎖編みを1目編み、ひっくり返します。細編みを編んでいた目に針を通し、この糸端は編みくるまずに私は編み進めます。ここに細編みをします。そして鎖編み。一つ穴が開いた次の目の鎖に針を入れ、細編み、鎖編み1目。次の穴の隣の目、作り目の鎖編みに細編みを編み、鎖を1目。このように繰り返して端まで編み進めます。端まで編み進めました。最後は鎖1目を編み、最初の細編みを編んだ作り目に細編みを1目、鎖を1目編み、最後の目に引き抜き編みをします。最初につけていたマーカーを外し、マーカーのついていた目に針を刺し、糸を引き抜きますが、ここで新しい糸を使います。今回私は紫の糸を使います。左手に糸をセットし、新しい糸を後ろに持ってきて、引き抜くことで糸かえと
1段目が完成しました。1段目は最初が編みにくいのですが、次からはこの空間内に針を入れて編み進めるため、編みやすくなってくると思います。次は引き抜き編みをした隣の空間に長編み3目の玉編みを編み入れていきます。まず1目、2目で立ち上がり、この鎖2目を長編みの未完成とします。あと2つ長編みの未完成を編み入れます。針に糸をかけ、穴に針を刺し、糸をかけ引き出し、2ループ引き抜く。針に糸をかけ、空間に針を刺し、2ループ引き抜く。長編みの未完成が1、2、3、3つできたことになります。これを一度に引き抜き、長編み3目の玉編みが完成しました。2段目の最初が編むことができたので、長編み3目の玉編みにマーカーをつけておきます。次は鎖を1目編み、また次の隣の空間に長編み3目の玉編みを編み進めます。針に糸をかけ、空間に針を刺し、2ループ引き抜く。長編みの未完成が1つ完成しました。また針に糸をかけ、2ループ引き抜く。もう一度空間内に針を刺し、2ループ引き抜く。未完成の長編みが3目編むことができたので、一気に引き抜きます。これで玉編みが2目完成したことになります。同じように空間内に長編み3目の玉編み、そして鎖編みを編み付けていきます。針に糸をかけ、空間内に針を刺し、2ループ引き出す。針に糸をかけ、空間内に針を刺し、2ループ引き抜く。針に糸をかけ、空間内に針を刺し、2ループ引き抜く。ラスト、すべてのループを引き抜き、玉編みの完成です。次は鎖編み。針に糸をかけ、空間内に針を刺し、2ループ引き抜く。針に糸をかけ、空間内に針を刺し、2ループ引き抜く。針に糸をかけ、空間内に針を刺し、2ループ引き抜く。そして最後、すべてのループを引き抜いて完成です。鎖編み1目。これを繰り返して、まずは端まで編んでいきます。端まで編んできました。端の部分は分かりにくいのですが、側面に鎖編み1目を編んだので、ここに空間が空いていると思います。針に糸をかけ、こちらの空間内にも先ほどと同じように長編み3目の玉編みを編み進めます。編み入れることができました。次からもまた隣の空間に長編み3目の玉編みを編み入れていきます。ラスト1目まで編み進めていきました。最後は側面に編んだ鎖編みの空間内に針を通し、長編み3目の玉編みをします。最後は最初につけたマーカーを外し、マーカーのついていた目に針を刺し、引き抜き編みをするのですが、次は最初に使っていたピンクの糸、こちらを持ってきて引き抜きます。引き抜いたら、後ろの糸を引っ張って調整しておきましょう。次は鎖1目で立ち上がり、手前の空間内に針を刺し、細編みを編みます。最初の目にはマーカーをつけておきましょう。次は鎖を1目編み、玉編みと玉編みの間の空間に針を入れ、
細編みを編みます。鎖1目、玉編みと玉編みの空間内に針を入れて、細編み、鎖を1目。これを繰り返して、ぐるっと1周編み進めます。ぐるっと1周編んできました。最後、細編み、鎖編みを編んで、最初の目に引き抜き編みをして、この段を完成させます。マーカーを外し、マーカーのついていた目の頭に針を入れ、引き抜きますが、次は紫の糸で引き抜き編みをします。引き抜き編みが完成したら、後ろで糸を引っ張って調整しておきましょう。今こんな感じになっています。次はこちらの空間内に長編み3目の玉編みを編みます。まず、鎖を1目、2目編み、空間内に長編みの未完成を編み入れ、玉編みを完成させて、鎖を1目編みます。同じように針に糸をかけ、次の細編みと細編みの空間内、こちらに針を入れ、長編みの未完成、長編みの未完成、長編みの未完成を3つ作成し、一気にループを引き抜く。鎖を1目。これを繰り返して編み進めます。針に糸をかけ、次の細編みと細編みの空間内、こちらに針を入れて、長編みの未完成を1つ、2つ、3つ作成し、すべてを引き抜き、鎖を1目。同じように空間内に針を入れて、これを繰り返してぐるっと1周編み進めていきます。ぐるっと1周編み進めてきました。最後、長編み3目の玉編み、鎖編みをしている状態です。最初の長編み3目の玉編みの頭に針を入れ、引き抜きますが、次はこちらのピンクの糸を使って引き抜いて、後ろから引っ張り調整します。これでこの段が完成しました。少しずつ模様が見えてきています。次からも先ほどと同じように編み進めていきます。鎖1目で立ち上がり、こちらの空間に細編みを編みます。最初の目にはマーカーをつけておきましょう。鎖を1目編み、玉編みと玉編みの間に細編みを1目、鎖を1目編み、玉編みと玉編みの間に鎖を1目。これを繰り返してぐるっと1周編み進めます。ピンクの糸でぐるっと1周編み進めました。最後、細編み、鎖編みを編んだところです。最初に編んだ鎖編みの頭についているマーカーを外し、マーカーのついていた目に針を入れ、次は紫の糸で引き抜き編みをします。後ろから軽く引っ張り、調整して、この段が完成しました。同じように好きな段数分編み進めていきます。このようなモコモコの糸だと、先ほど私が説明したような立ち上がり方でも問題ないと思うんですが、このようなモコモコでない糸を使う場合の綺麗な立ち上がり方について説明したいと思います。まず作り目を作り、そこから1段目を完成させているところです。細編み、鎖1目を編み、最初の目に引き抜き編みをするところまで来ました。最初の目を外し、最初の目に針を入れ、モコモコの糸だとこの時点で新しい糸に変えますが、
このままピンクの糸で編み進めます。ピンクの糸で引き抜き編み、ここで細編みの上に糸が来るようになりました。次の糸ではこの空間から編み始めたいので、このピンクの糸で引き抜き編みをします。引き抜き編みができたら新しい糸を持ってきます。新しい紫の糸を持ってきました。新しい糸で引き抜きます。このピンクの糸は後ろから引っ張ってギュッと引っ張ることで目を小さくします。ここで鎖1目で立ち上がり、鎖をもう1目編みます。そしてこの空間内に針を入れて、長編み3目の玉編みを作ります。鎖を1目、針に糸をかけ、隣の空間内に針を刺し、また先ほどと同じように長編み3目の玉編みをここで編みます。このようにすることでつなぎ目をきれいにして編むことができます。次は紫の糸でぐるっと一周編んできました。編みつなげるときは最初の玉編みの頭に針を入れて、ピンクの糸で引き抜き編みをしていましたが、まだピンクの糸は使わずに紫の糸で引き抜き編みをします。次は隣の空間内に針を刺し、引き抜き編みをして移動させて、そこからピンクの糸を持ってきます。ピンクの糸をかけ、引き抜き、後ろから糸を引き締めます。こうすることで綺麗な糸かえができます。鎖1目で立ち上がり、空間内に針を刺し、細編み、鎖を1目、細編み、鎖を1目と同じように編み進めていきます。ピンクの糸でぐるっと一周編んできました。最後、細編み、鎖編みと編み進めているところです。一番最初に編んだ細編みの頭に針を刺し、ピンクの糸のまま引き抜き編みをします。そして次は紫の糸でこの空間内に玉編みを編みたいので、空間内に針を刺し、引き抜き編みで移動をします。移動したタイミングで紫の糸を持ってきて、ここで引き抜き編みをして、後ろからピンクの糸を引っ張り、引き締めることで綺麗な糸かえができます。またここから鎖を2目編み、長編み3目の玉編みをします。鎖を1目。このように編み進めていくことで、他の糸でも綺麗な立ち上がり方法で編むことができます。ぜひお好きな編み方で編み進めてみてください。糸が短くなってきたので糸かえをします。まず長編み3目の玉編みを途中まで編み進めます。最後のループを引き抜くタイミングで糸を休め、新しい糸を持ってきて、新しい糸で引き抜きます。これで糸かえが完了しました。残りの糸はかぎ針に糸を通し、このように糸を持ってきて編みくるみながら編み進めると糸処理が楽になります。全部で13段編んできました。紫の段が1、2、3、4、5、6段あります。最後は
ピンクの段で終わらせたいと思います。最後は細編みの頭に針を刺し、ピンクの糸で引き抜いて完成とします。鎖を一つ編み、引き締めてカットします。紫の糸もこのまま糸処理できる分だけ残してカットします。ピンクの糸はピンクの部分で、紫の糸は紫の部分で糸処理をします。裏側に糸を出したら、ピンクの部分で糸処理を行いましょう。ある程度糸を隠すことができたらカットします。赤の糸も同じように糸処理をしていきます。次はピンクの糸を使って紐を作っていきます。まずは作り目です。紐の長さにしたい分だけ鎖を編み進めていきます。鎖を全部で55目編んできました。最後は鎖を1目編んで引き締めて糸をカットします。同じものをもう1本用意しましょう。同じものを2つ用意することができました。とじ針に紐を通し、巾着部分に紐を通していきます。紐を通すときはプラスチックのとじ針と金属のとじ針があるのですが、プラスチックのとじ針の方が糸を裂かずに紐を通しやすくて使いやすいです。まずは糸を通します。上から数えて1、2個目の紫の玉編み部分から針を入れて紐を通していきます。紐の通し方はお好みで大丈夫です。もう一本の紐も通していきます。次は反対側から通します。糸を通し終わったら、一応絞れるかどうか確認しておきましょう。ちゃんと絞れるので、糸端は肩結びで結んでしまいます。端の方で肩結びができたら、糸端はカットしてしまいます。もう片方も同じように肩結びしましょう。サイズを測ります。横が約14センチ、縦が約15センチありました。これで夢かわいい配色のポーチが完成しました。いかがだったでしょうか？もこもこの毛糸はなかなか編みにくいですが、鎖編みでできた空間に針を入れて編んでいくため、サクサク編めたのではないでしょうか。もこもこしていて肌触りもとっても気持ちがいいです。別の配色や別の糸を使っても可愛く仕上がると思いますので、ぜひ皆さんも作成してみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。メルカリでの販売もしていますので、よかったら覗いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。